皆さんようこそ弘法寺へお越しくださいました。はい、我々ですね、この弘法寺という空海由来のお寺の方で、この茶道というのを皆様にお伝えをしております。最近かなりね、海外の方がやっぱり多かったんですね。コロナ以降について、本当に28カ国の方々がですね、このお寺に来ていただいて、結構茶道体験というのをしていただいております。やっぱり海外の方からすると、すごく日本文化にね、すごく興味持っていらっしゃる方々が多くて、なんでこれ正座するんですかとか、なんでお茶を回すんですかとかですね、いろんなやっぱ疑問を結構率直にね、ぶつけてくださる感じですよね。はい。ちなみに皆さん茶道とかはお茶会一切ないんですかね。そういう形で参加されたりとかはない。どういうイメージ持たれてます？しない。正座がきついとか、なんでもお茶が苦いとか。作法ですね。はい。はい。もう全然足崩していただいて大丈夫ですので、本当に無理なさらずに、本当に。はい。結構海外の方も足崩されたりしてますので、実は私も実は茶道、正座辛い方なんで、頑張ってやって、いや、これも修行だというふうに言われるんです。実は茶道の歴史なんですけど、お茶っていつ頃日本に入ってきたかってご存知ですか？一番初めなのはやっぱ平安時代ですね。平安時代に日本から遣唐使というね、唐の時代に日本から遣唐使が行って、で、その唐の学んだ学生たちがお茶を持って帰ってきたというふうに言われているのが一応起源というふうにされています。その頃まだどちらか薬だったりとか、そういった観葉植物として実はお茶って持ち帰られたと聞いたことがあって、で、本格的にそのお茶がね、力になってきたのが、鎌倉時代とかが特にそうですね。鎌倉時代に栄西っていう和尚が書いた喫茶養生記というお茶の飲み方の本とかも書かれて、それは三代将軍の源実朝に献上したりとか、ようやくそのお茶がね、日本に定着したものですね。なので今まではどっちかというと僧侶、これお坊さんだったりとか、あとその時代後からやっぱりまさに武士だったりとかがようやく飲み始めて、でそれが戦国時代、さっきおっしゃった千利休だったりとか、織田信長とか伊達政宗ですね、の時代に武士の世の一つのたしなみとして、この茶道というのが脚光を浴びることになって、で江戸時代になってくると、ようやくもっと庶民の方にもですね、結構お茶が飲まれるようになってきたと。で明治に入ると、どっちかというと女性のたしなみ的なものも花嫁修行的ななってきて、今に至るという、今女性のかなりね茶道ってイメージがあるんですが、実は起源的に見ると男性が実は行ってきたと、侍のねたしなみだったんですけど、いうところですよね。まずはね、立てながらちょっとお話をね、さらにしていきたいと思いますので、まず私がこのお手本としてお茶を立てさせてあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、実際ですね、これから私の方で簡単にですね、お手前を立ててみたいというふうに思います。その上でね、なぜお茶を立てる、あるいは回し飲むかとかですね、吸い切るとか、いろんな言葉があるんですけど、そういったこともね、こちらの弱さと一緒に話しながら皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まずですね、この茶杓と言われているものですね。これを使ってお茶をすくうというのはこの茶杓ということになっています。で、これはお茶入れですね。こちらの中にお茶が入っておりまして、これを蓋を開けることによって中にね、お茶が入っているものをこの茶杓ですくって入れるという動作、これを行うことになります。やはりこの穂先にお茶の粉がついてますので、優しくね、2回叩くことによってこれを落とすということがね、やっぱりその茶道の繊細な心遣いなのかなというふうに思いますね。で、こちらが飛杓と言われているものですね。これでお湯とかお水をすくって調整するという大事な道具になっています。で、通常ですね、こちらのお釜というのは結構ガンガン、もう本当に熱い状態になってますので、こちらから水をすくって冷ますということが大事だということですね。で、これは全部もう入れてしまって、こちらのお釜のお湯の温度を下げることになります。で、当然ね、お湯というのは普通に煮立っているものですから、上の方に不純物が出ると。なので、この場合は全部そこまでもうこの希釈を沈めてしまって、その底の方からきれいなお湯をすくって入れるということは、うちの流派では考えられています。で、これは半分だけ入れて、半分を元に戻すというところですね。で、ここからですね、これがよくね、テレビとかでもね、お話があると思うんです。これは茶筅と言われているものを使って、このお茶を立てる、つまり泡立てるという動作をちょっと行っていきたいなというふうに思います。一応見せ場の一つですね。
一応ここに泡がついてるんですが、ここに泡がつくのが一つ、ちゃんと立てられた証だというふうに言われてますね。一応このような形でね、結構クリーミーな感じに立つのがね、一つの完成型というふうに考えられています。じゃあこれは岩沢さんの方に出せばよろしいですか？はい。じゃあお願いいたします。はい。はい。お願いいたします。はい。今立てたお茶をですね、飲んでみたいと思います。実はね、飲むお作法というのもございます。で、まずですね、右手でこのお茶碗は取り、で、左手で捧げ持つと。で、一回回します。時計回りにね、ちょっとだけ回します。で、回して持ち方を変えて、お茶にね、一つ感謝をした上で、一応ね、茶道では3口半、つまり3回と半分で一応飲み切るのが理想的だというふうに言われています。もちろんね、量によっては4回、5回でもいいんですけどね、一つの目安として3口半ということはぜひね、この機会に皆さんにもお伝えしたいなというふうに思います。はい、美味しくいただきました。何か岩沢さんから質問とかないですか？そうですね。最後にズズって吸い切られたと思うんですけど、それはどういう意味があるんですか？はい。そうですね。よくズズッと音を立てるというのは、やっぱりマナー違反だっていう方よく多いですよね。ラーメンとかいろんな料理がありますが、実はね、この吸い切るというのも、実はすごい重要な要素になっています。で、なぜかと申しますと、昔はね、江戸時代とか戦国時代は、当然明かりというものがなくて、夜とか特にね、ろうそくの火で照らしながら、この茶道を行うわけですよね。となりますと、お茶を立てる亭主とお客様たちお互いに見えなかったりするわけですよね。何をしているかわからない。で、当然茶道というのは基本的にあまり会話をしないものですので、当然やっぱ動作を予測するためにはですね、音というのが非常に大事な要素になってくるんですね。で、やっぱりそのズズッと立てることによって、立ててる亭主からすると、飲み切ったんだな、お客さんはと。なので、次の動作、次のお手前に進んでいいんだなっていう合図として、この熱は吸い切るという要素として行われているというところですね。わかりました。何回か回す、動作があったと思うんですけれども、あちらはどういった意味がありますか？はい、そうですね。今、岩沢さんから回すってお話があったと思うんですけど、実はね、回すの実は意味があります。で、通常ですね、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、こういうお茶碗には絵柄とかがあってですね、当然絵柄を意識してお茶を立てたりするんですね。で、当然お客さんに出すときは、いい絵柄の部分を出します。で、その時に絵柄の部分をですね、そのまま口をつけるというのはやっぱり仏水であるというふうに考えられているんですね。なので、それを避けるためにちょっと回すことによって、立ててくださった亭主に対する敬意を表すという意味ですね。なので、実はよくね、3回回すって話があると思うんですが、実は僕の流派ではもう1回でいいと。やっぱ避けることに意味があるので、回数が実はそんなに問題でないというふうに考えられてるんですよね。はい。謙譲な証として回すっていうのが、この本来の意味だというふうに考えられていますね。はい、ありがとうございます。飲み口を拭いていたと思うんですけど、それも何か意味がありますか？はい、そうですね。今、私も手で拭いたと思うんですが、当然やっぱり口つければ汚れますよね。汚れたままをそのままお客さん、亭主に返すというのはこれ失礼に当たりますので、この場合は手で簡単にちょっと拭いて、きれいにした上で、立ててください亭主に返すというところですね。で、今私が立てたのはこのお臼と言ってる薄いお茶飲みやすいお茶なんですが、本来のお茶会とかで行われるのはね、濃茶と言われているもっとドロドロしたものはこれ正式なお茶になるわけですよね。で、当然これはドロドロしてますから手では拭けませんので、返しを使って拭くということが必要になってくるというふうに考えられていますね。はい、ありがとうございます。はい、今日は宮崎先生に茶道についていろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。